今回はアジサイネイルを5種類ご紹介していきますので、まずは1つ目、こういったアジサイの押し花があるんですけども、これ前に私ピアスをレジンでピアスを作ろうと思った時に買ったやつなんですが、こういったの、これはパーツクラブで買ったものなんですが、このカラーがすごく素敵なのでこれを使おうかなと思います。そしてあとはこれネイル用品なんですけれども、こういったものもあるのでこれを組み合わせてやっていきます。まずはカラーを作っていきますね。このアジサイのお花の色をですね映えさせたいので、今回ベースは柔らかい白にしていきます。レトロの55番ですねのカラーにクリアジェルを出していきます。柔らかいジェルって言ってもこのもちろん白の濃さによって柔らかさ変わってくるんですけれども、だいたい私柔らかいカラーっていう風に言って使っていく時ですね、ちょっと下が少し透ける感じのカラーなんですけれども、あとカラー1に対して、クリアジェルを2ぐらいの感覚でやっていただくといい感じの柔らかい白になってきます。じゃあまずは、このカラー、今作ったこの柔らかいカラーを塗っていきますので、まずこの親指からやっていきますね。使う筆はフラットのブラシです。私の親指大きいのでだいたいこれくらいの量を取っていただいて、根元によいしょ。まずベタ塗りはもう本当に基本の塗り方でいいんですけれども、しっかりとこのライン、根元のところとサイドのところですね、しっかりとラインをまず作っていただいて、ここからムラを調整していくんですけれども、筆を寝かすような感じで根元から爪先にという風に動かしていただくと、ムラがきれいにジュワーンと馴染んでくるので、こんな感じですね。これくらいの薄さで大丈夫です。でこれで一度硬化していきます。はい、硬化が終わったら今未硬化ジェルついてるんで、未硬化ジェル拭き取ってあげてください。でこれで下準備完了になるので、ここからですねアジサイの押し花入れていきますので、ちょっと大きさを先に合わせていきますね。これすごく色が、前ピアスでは使ったんですけれども、すごい色が綺麗なんですよね。ちょっと親指は大きいので大きめのとちょっと小さめのを組み合わせたいなと思いながら、ちょうどここに小さいのがあるので、これとこれがいいかなと思いながら、ちょっとこれも出してみます。これこんな感じなんですけども、すごい綺麗ですよね。ニュアンスな感じで、いろいろ大きさが入ってるので、ちょっといい感じの大きさをチョイスしてみたいと思います。でもちょっと一番最初に撮ったやつがいいかな。ちょっと大きいかな、どうかな。ちょっといい感じの大きさ見つけましたよ。これくらいのが良さそうですね。これとこれを合わせていきたいと思います。一度こうやって何でもシールとかでもそうなんですけども、どういう風に入れようかなっていうのをちょっと爪の上でこんな風に乗せながら想像していけるといいです。ちょっとこんな感じで入れてみようかなと思うので、このままではちょっと使えないので、これをこの後ろの部分いらないので、ここはちょっとカットしていきますね。ここギリギリでこうちょっと立ってるので、この部分しっかりとカットしてあげるといいです。でこれではちょっと使えないので、こんな感じで、これお水なんですが、このお水の中に入れちゃいます。ふやかす感じですかね。
でやるとちょっと柔らかくなるので、このままちょっとしばらく置きます。はい、こんな感じで水にですねちょっとふやかしたら取って、こういったキッチンペーパーでちょっと水を拭き取ります。でこれ柔らかくなってるのでこのまま使っていくんですが、よいしょ、クリアジェル、のり代わりになるクリアジェルをまずはもう爪全体にですね塗っていきます。でこの状態で今のこれをちょっとどうやって入れようか悩むんですが、こんな感じでちょっと当ててみます。とこういう端っこはちょっと浮きやすいので少しクリアジェルを足してあげるといいです。せっかくふやかしたのに乾いてしまった感じがあるので、これもしかしたら濡れたまんま爪の上に乗せてもいいかもしれませんね。はい、こんな感じで硬化していきます。はい、硬化が終わったらここの部分はいらないのでカットしちゃいます。この1枚意外と邪魔だったので最初にカットしておいてもいいですね。こんな感じでカットしていきます。であと残りのこのピンクをですねこの辺りに入れたいので、先にクリアジェルをもう一回この辺にですね塗っておきます。これランダムにこんな風に塗ってもらうといいです。結構しなしなになっちゃいましたね。これ長いこと入れとくと本当にしなっとなるので、爪にはペタッとくっつきやすいと思うんですけども、よいしょ、ピンセットとかで本当にくにゅって取れちゃいそうなので、つけすぎず程よくぐらいでやるとベストかなと。ちょっとくねくねしちゃってますね。ちょっとこの下のやつと重なる感じで入れてもらっても可愛いですね。こういったシールとか何でもそうなんですけど、全部をボンと爪の中に入れちゃうとなんかおかしなバランスが悪くなっちゃうので、少し角とかをですね切るようなイメージで入れてもらうと自然な感じになってきます。やっぱしなっとしてるとすごく入れやすいです。じゃあこんな感じで硬化します。はい、硬化が終わったらいらない部分カットしていきます。グリーンは紙みたいな感じだったんですが、ピンクはすごく柔らかい本当にお花みたいな感じでした。これシールとかもそうなんですけど、ギリギリでカットしたいところなんですけど、あんまりギリギリすぎちゃうと底の部分からやっぱジェルがねかぶせにくくて、そこの部分がやっぱかぶせきらずにいっちゃうとやっぱりそこが剥がれてくる原因になるので、ちょっと手前ぐらいでやっぱりカットしてもらうといいかなと。ちょっとこんな風に持ち上げる感じでやって、ちょっとうまくいく時とふにゃふにゃで扱いにくいんですが、このふにゃふにゃの方が定着がいいので、これくらいしならせるといいですね。これちょっともう一回固定しますね。はい、こんな感じです。でこれでトップジェルでコーティングしてっていう筆も綺麗なんですけども、ちょっと今回はアンティークっぽく仕上げていきたいので、ここにさらにですねこのペトロの85番焦げ茶なんですけども、このカラーとクリアジェルを混ぜて、クリア感のあるこの焦げ茶のカラーを上から一層ですねコーティングしていきます。上から一層少しですねコーティングしていくだけなので、量もですねそんなに作らなくて大丈夫です。カラーが1に対してクリア2ぐらいですかね、で混ぜてもらうとこれくらいの濃さで大丈夫です。じゃあこれをこのままですね上から一層コーティングしていきます。こうやってのせるともうボンと濃いんですけども、これ広げていくといい感じにちょっとレトロな感じになりつつ、こういった焦げ茶とか茶色のカラーってクリア感がすごい生きてくるので、こういうカラーを結構挟むとどんなデザインもすごく映えてきて奥行き感も出てくるので、すごいおすすめです。
この焦げ茶で濃淡をつけつつお花でデコボコになってしまったところを埋めるような感じでやっていただくといいです。でこの端のところトップジェルでコーティングしていくんですけど、ここの部分もしっかりとですねこのカラージェル入れてあげた方がトップジェルコーティングする時にそんなに苦労しないので、このカラーの時にもしっかりですねやっておくといいです。このカラーを白に変えてところどころもやを入れるような感じでも素敵ですよね。でこの普通にこんな風に塗ると当然ですねこのアジサイのお花のこの境目があるので、ここの部分がちょっとジェルが溜まる感じがあるんですけど、分かりますか？これでも全然奥行き感が出ていいと思うんですけれども、これ気になる方はこれをちょっとこんな風に散らしてという風にやってあげてもいいと思います。この焦げ茶のから均等に塗っていただいてもいいんですけども、ところどころちょっとこういう風に濃い部分を作ってあげるとさらにですねアンティーク感と奥行き感出てくるので、ところどころ私は濃いところをですね作ってあげた方がいいと思います。こんな感じですね。はい、じゃあこれでコーティングしていきます。ごめんなさい、硬化していきます。はい、こんな感じです。じゃあこれでですねもうトップジェルでクリストルのパーマシャインです。これでコーティングしていきます。これ当然見るとですねちょっとやっぱりアジサイのお花の分少しこうデコボコしてるんですけれども、通常の押し花とは違ってそこまでのこのデコボコ感ではないので、トップジェルで綺麗にコーティングしていけるぐらいのレベルだと私は思うので、これでですねしっかりコーティングしていきます。コツはもう本当にできるだけちょっとたっぷりめにですね本当にこんな感じで置いていただいて、いらないまずは通常通りですね根元右側、これ本当にこの時このサイドのところがですね最初にカラージェルでしっかりこのアジサイのお花を覆ってる分ですね、この時にしっかりコーティングしなくても大丈夫なんで、やっぱカラーの時にですねしっかりコーティングしていくのが一番いいですね。でこうやってやっていただいたらちょっとごめんなさい見にくいので反対向きにするんですけど、光のラインを通すように真ん中のラインですね、センターラインです。こんな風にで、どうしてもこれでもまだボコボコしてるのでこの状態で下向けてください。でやると綺麗に均等にですね光のラインが通ってくるのと同時にデコボコがなくなってくるので、よいしょ、この具合を見ながらですね硬化していくんですが、この反対向けてもらった時にちゃんとですね自分で覗き込むようにしてこのジェルがどこの位置にですねちょっと溜まってるのかっていうのを見ながらチェックしていくといいです。少しこんな風に時間を置いていただくと中心からジェルが垂れていい感じに光のラインが通りますので様子を見てみてください。じわーっと馴染んでくるのでこれくらいで硬化していきます。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形整えていきます。結構やっぱたっぷりめにコーティングしたのでその分ですねやっぱサイドのところちょっと偏ってぷっくらしてる部分とかがあると思うんですけど、それをですねしっかりとまっすぐなるように整えていきます。こんな感じですね。はい、こんな感じです。でここからさらにちょっとアンティークっぽくしていきたいのでミラーアクセサリー入れていきます。ネイルタウンのアイシングジェルとアゲハのゴールドミラーパウダーですね、これを使っていきます。ちょっと目立たせたいの、このお花を目立たせたいのでこの周りをですね細いラインで囲っていきます。細筆を使っていきます。でもこれちょぴちょぴ線を足していくとなかなかですねキリがないぐらいちょっと時間がかかっちゃうので、ある程度ですねこれくらいの塊で取ってもらってこの塊をそーっと置いていくような感じでやってもらうと綺麗に線引いていきます。でこれ均等な細いラインじゃなくていいのでアンティークっぽく仕上げたいのでところどころいびつな感じになっていいのでちょっと太いところを作りながらちょっと途切れ途切れになるようなイメージでやっていくといいかなと。
こういったラインってあえていびつに作ろうと思うとなかなかいびつに作れなかったりするので、筆をもう本当にさーっと引いていくような感じで、もうこうさーっと引いていく中で途切れ途切れのラインってですね意外とできるので、あまり深く考えずにやっていただくといいです。ちょっと見にくいんですけど、分かりますか？これちょっとデコボコしてるの分かると思うんですけど、逆に本当にこんな感じにやってもらった方がアンティークっぽくできてくるので、綺麗な均等のラインというよりはこれくらいでいいと思います。でここにさらにですね、今これでちょっとバッと周りを囲んだので、どっちにしようかな。この辺からここの辺にちょっとこうボーンと置くようなイメージで、ここからラインがこう細く出るようなイメージで、ところどころそんな感じで入れるといいと思います。これ特に決まりはないので、あんまりこう深く考えずに、この辺この辺この辺みたいな感じで引いていくといいかなって。ここに入れていくラインは細いラインの方がいいので、引けたかなどうかなというぐらいの糸を引くようなぐらいの感じのラインの方がいいです。そしてラインの途中途中で触るとデコボコになってしまいますので気をつけてください。こんな感じで硬化していきます。でこういったパウダーですね、使っていくときこのままこういうチップでやっていくんですけども、このまま突っ込んじゃうと結構ですねやっぱりこのチップに固まってついて周りに散りすぎちゃうので、ここにあるものをちょっとここの蓋でこうペンペンペンと粉を調整するような感じでですね、この蓋についてれば蓋のものでもいいんですけども、っていう風にやってもらった方がですね周りに散らずにやってきます。よし、じゃあ硬化したので丁寧にこれ真上からですねやってこすりつけていきます。丁寧にこすりつけていくんですが、あまり力加減をですねグッと押してしまうと余計なところにまでミラーついてしまいますので、最初は優しく上からですねこうそーっとなぞるような感じでのせていただいて、後からこう少しずつこうちょんちょんと触りながら足していくような感じで、細いラインのところは特にですね注意してやっていただくといいです。こういった細ラインをやっていくとき、私何度やってもちょっと小心者なのでやっぱりつくかなどうかなと思ってすごくこう優しくやる癖があるんですけれども、私ほどこう恐るやらなくても大丈夫なんですけれども、最初はこうつくかなどうかなぐらいの感じでやっていただいて、後から調整するというような感じで覚えていただくといいかなと。こんな感じです。手いらないところ払い取ってもらって、ちょっと私少しでもこうちょっと周りに散っちゃったのが気になるので、この辺ですね、少しこうやって本当に綿棒にですねエタノールとか含ませてもらって、線の手前のところをこうキュッとやってもらうと意外と取れるので、こういったちょっとしたところをですね調整してもらうと本当に仕上がりも良くなってくるので、お手軽にこの綿棒を使っているんですけれども、綿棒って意外とですね太かったりするので、爪楊枝とかにコットンをこう丸めてつけてやっていただいた方がいいかもしれません。こんな風ですね。なんかすごくアンティークっぽくてかっこいいですよね。じゃあこれで最後仕上げていきますので、色ジェルのグロッシートップジェルでさっとコーティングします。このグロッシーは本当に透明感を出したい時にはぴったりなので、ぜひぜひ使ってみるといいです。これやっぱりミラーアクセサリーやった時たっぷりコーティングしすぎちゃうとこの凹凸感がなくなっちゃうので、凹凸感がなくなるとねミラーアクセサリーの意味がないかなと思うので、しっかりとこの線のところですね脱ぐような感じで塗ってもらうといいです。全体的に塗ってもらってから、ここのラインのところをですねちょっと筆圧をかけながら脱ぐ感じでやってもらうといいかなと、こんな感じですね。はい、硬化します。最後この皮膚のところですね、ミラーパウダー散ったところを丁寧に取ってあげてください。はい、こんな感じでアジサイの押し花ですね、こんな感じで完成です。すごくアンティークっぽくてお花大きいんですけども、これはこれですごいなんか私かっこよくていいかなと思います。
で今回はちょっとこういったグリーン系のカラーを使っていったんですけれども、ブルーとちょっとパープルとかっていう風に同系色で統一していただいた方がアジサイっぽく仕上がってくるかなと思うので、そんな風にですねいろいろ組み合わせ変えてやってもらうといいかなと思います。最後にキューティクルオイルを塗ってなじませていただいたら完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。大きいアジサイの押し花を使った大人なアンティークデザインで考えてみました。うまく爪にフィットさせ、そしてあとは焦げ茶を使って透明感を出して、そして最後にアンティークを表現するためにですねミラーアクセサリーで大人っぽく仕上げるという今時のデザインを取り入れたアジサイネイル、ぜひやってみてください。